竹内弘明と申します。私はアニメーションのプロデューサーをしております。代表作としてはですね、アメリカのマトリックスという映画の、アニメーション、アニマトリックスという作品ですとか、あと星の声、これはプライベート、非常に少人数で作ったアニメーションなんですが、そういったいろいろさまざまな、日本のアニメーションを作っています。まず最初はそのシェンムーのイメージのCG アニメーション、これを作ってほしいという依頼が最初でして、そういったスタッフのキャスティングから入って、ユウさんの中の頭の中にあるその構想というものを映像化する、そこから参加させていただきました。で、最初そうやって映像を作ったその次のステップから、今度それをゲームの方向性として、広げ、なおかつまた固めていく作業というのが、必要になってきます。その中でですね、やはりゲームというのは映画とかアニメーションと違って、やはりいろいろなインタラクティビティ、プレイヤーが参加することによってどんどん世界が広がっていく、そういったものをですね、どういうふうに形にするかということを、私はアニメーションのプロデューサーですから、アニメーションとか映像の立場からお手伝いをするというふうな、そういうことをずっとやっておりました。で、最初にですね、やはりスタッフ、私たち入った時に完成形のイメージがやはり鈴木優さんの頭の中にしかないんですよ。で、これをスタッフみんなでどう共有するかというですね、ここがスタートラインになりまして、で、私は優さんとは結構付き合いは長いんですけれども、本当にがっつり、ご一緒させていただいて制作に入ったのがシェンムが最初だったんですよ。だから鈴木優という男のこのビジョン、発想をどう形にするかという、その優さんのゲーム作りに対するプロセス、ここが非常に私的にも興味があり、また一緒に何年か制作に参加させていただいたんですが、非常に私が知る世界中のどんなアーティストとも違う、そういうプロセス、発想力、イマジネーション、いろんなものを持っていましたんで、今思い出してもですね、私の人生の中でこうワクワクするエキサイティングな、仕事の第一になるかなというふうに思います。皆さんもご承知の通り、鈴木優といえばバーチャファイター、この名作ゲームが誕生するんですが、シェンムーに関してはそのバーチャファイターの流れが広がっていくときに、優さんが家庭用ゲームとして初めて本格的なものを作るというふうなオリジナルを作るということになりまして、そこでスタートしたプロジェクトなんですよね。優さんの中にあるこのシェンムーが作った、今でいうオープンワールド、当時フリーという言葉で私たちは言ってましたが、これがですね、映画とか漫画とかアニメの未来の形を示しているんじゃないか。バーチャファイターもそうですよね。それまでの格闘ゲームっていうのは、2面 2D で対戦をする、そのビジュアルの美しさとかアニメーションの華麗さを映像として出していく。ところがバーチャファイターで鈴木優が何を作ったかというと、ゲームの中にリアリティ、現実を持ち込んだ、戦っている時の痛さ、その時のパンチの強さ、それを僕らはですね、ゲームのデバイスを通して一体化していくんですよ。これは 3D でその場に、そのゲームのコンソールの中にその世界があるというものを作った。ここがやはり鈴木優がですね、違う世界を作ったというところになると思います。ゲームの開発をしている時によく優さんが言ってたのが、違う人生を僕たち生きてみたいよね。今いるこの人生だけじゃなくて、もう一人自分がもし違う人生で生まれ変わったらどういうふうにしたいか、そこがシェンムーで描きたいことだよねっていうのはよく言ってたのを覚えてます。今のゲームのオープンワールドの基礎っていうのは、おそらくこの発想、この理念が、当時鈴木優さんの中で広がっていったもの、そういったものが、作られたものかなと思います。もともと私が優さんと出会ったのはですね、実は私集英社、というドラゴンボールとかワンピースなんかを出している出版社でヤングジャンプという漫画雑誌があったんですが、そこの創刊の2年目メンバーで働いてまして、バーチャレーシングというですね、優さんがかつて作った名作ドライブゲームがあるんですが、この攻略本を作ろうということになって、その時に私自身も非常にゲームが好きで、バーチャレーシング、いわゆるアーケードゲームでやり込んでいたんですが、まずこんな革新的なゲームをどんな人が作ったんだっていう興味から優さんと会いまして、そしたら本当に会ったら物腰柔らかくて、普通というと失礼ですけれども非常にフレンドリーな方で、
でも話をしていくうちにですね、非常にこの人常に半歩先一歩先を考えてゲームの次の世界を作るっていうことのイメージを明確に持っていた方だという印象は今でも忘れません。多分ですね、鈴木優のゲームがなぜ面白いかっていうと、優さん自身が人生楽しんでるんですよ。それが優さんの中ではですね、作るゲームとか自分自身のビジョンの中と一体化していく。このやっぱり仕事人としての鈴木優とプライベートの鈴木優というこの2つのですね鈴木優というのが常に一体化していて、で、いつも新しいもの、私たちがまだ見たことがないようなものを生み出すのかなというふうには思ってます。未だに僕は優さんが次に何を考えてどんなものを作ろうかっていうのにはいつも業界はちょっと違うんですけれどもいつもチェックしてますので、今度のシェンムー3はですね、多分そのゲームの中身とかシステムだけでなくて、むしろ発想とかそのゲームに対する思いということで次の新しい鈴木優のですね世界を見せてくれるんじゃないかというのをスタッフながらドキドキワクワクしながら参加していきたいと思います。